Go! これは以前 2.5 メートルの長い丸太をそのまま割ったものです。 YouTube でもご紹介しました。半分は小さいチェーンソーで板にしたんですが、今回もう半分も板にして、今度はきれいに仕上げてみたいと思います。この半分になった丸太なんですが、実は少しねじれてるんです。このねじれを電気カンナで取ってからチェーンソーで製材します。この2本の丸太の上に置いて電気カンナをかけたいと思います。半分になったとはいえ結構重たいので、一人でこの上に乗せるのは大変です。こういう時は足の上に落ちると大変なので安全靴を履いています。電気カンナにはシリコンスプレーを吹いて滑りを良くします。横から睨んで削る位置を確認しています。だいたいこの辺りを削るとねじれが取れると思います。これで大体ですが平らになりました。表面は綺麗ではないんですが、この面は裏になるのであまり気にしないことにします。今度はこれを丸太の上から下ろしてチェーンソーで製材しやすい位置に固定したいと思います。ちょっと危なかったですね。やっぱり安全靴は必要ですね。これを立てたいんですけども、なかなか難しいんですよね、こういう作業って。何人かでやれば簡単なんでしょうけど、一人でやるのはなかなか難しいんですよね。この位置で隣の丸太に春日井釘で留めたいと思います。両端とあと真ん中も1箇所春日井釘を打ちます。
これでチェーンソーで切る準備ができました。フリーハンドで製材するとは言ってもですね、一応目安の線は引いておきたいので、黒いマジックとあとチョークラインも使って線を引いておきます。それではチェーンソーを使って板に製材します。今回使うチェーンソーは新ダイワの E1045S という機種で、前回使ったチェーンソーよりもだいぶ大きいので、かなり作業が楽になるんじゃないかなと思います。以前もフリーハンドで行うチェーンソー製材という動画をご紹介してるんですが、このように少しずつ浅く切っていきます。引いた線に沿って少しずつ切っていきます。深さは最初は10センチぐらいです。このようにですね、一旦最初から最後まで、10センチぐらいの深さで切って、また最初に戻って次は5センチぐらいの深さで切り進めます。この要領で少しずつ深く切っていきます。上手に切るコツですけども、このようにですね、真上から見てバーが前に切った溝の中心を通るように切ります。このようにブレたり傾いたりしないように気をつけながら切ります。この時はだいたい5、6回切って板に製材できたんですが、実はカメラの調子が悪くて切り終わりの最後の一番大事なところが撮れていませんでした。ということで、チェーンソーで切ってこんな板ができました。まっすぐ切れていると思います。それでももちろんチェーンソーの跡はついてしまっているので、これから電気カンナで仕上げたいと思います。固定していた春日井釘を取っています。またこの丸太の上に乗せたいんですけども、この板が結構重たくて、それから丸太なんで滑ってしまってなかなか乗せられません。こういう作業って意外と頭を使うんですよね。それでは電気カンナで表面を仕上げます。これはもう完全に目分量でやってるんですが、たまにこうやってですね、横から見て高い位置を見つけてそこを削っていきます。意外と人間の見た目って正確なんで、この程度のやり方でもかなり正確な平面が作れます。この板はまだ何に使うか決めてないので、一旦このぐらいでやめておこうと思います。まだ乾いてないので、このまま天日干ししたいと思います。ということで、杉の木をフリーハンドで製材して厚さ約10センチぐらいの板ができました。ところどころ虫食い穴もありますが、僕はあんまりこういうことは気にしません。
何に使うかはまだ決めてませんが、もっときれいにしたくなった場合はその時に自動カンナに通そうと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。